これはどう撮ってるんだと、どこまでが実際の映像でどこからが CG なのか、あるいはどこからが合成なのかといろいろDVD で見るわけです。でそうすると大体種明かしをその後の特典映像で黒澤監督がされてて、その後にもう一回見たりなんかすると、うおそういうことかと。でそういうようなカットが黒澤組のすごい楽しみではあったんですね。で今回も何個かそういうような仕掛けがあるので、あえてどこだとは言わないんですけれど、そこを楽しんでいただきたいわけですよね。やっぱ仕掛けがいろいろあるのが黒澤映画の特徴なんで、DVD でいろいろ楽しんでいただきたいと思います。まずこの映画に限らず DVD で自分が映画見るときに嬉しいのは、トイレに行きたくなった時に止められるっていう、あと好きな飲み物とかお茶入れてこようとかできるっていう、それぐらいしか思いつきませんよね。あと寝っ転がって見れるとか、そういうことじゃないんですよね。いいですかじゃあリラックスしてご覧になってください俳優の素晴らしさというのは多分もう十分に僕は言わなくても伝わると思いますので、風景の素晴らしさを、DVD ですと1回目はドラマと俳優を楽しんでいただいて、2回目風景の素晴らしさを見ていただければなと思います。ほとんど東京で撮ってるんですけど、何でもないような場所、いろんな場所で撮ってるんですが、ちょっとした工夫もしていますし、照明とか微妙な色使いとか、東京がどんなふうに見えているのか、その辺を2度目あるいは3度目ぐらい見る方にちょっと巻き戻したりして、この東京の風景を楽しんでいただければいいかななんて思いますけど。あとその繰り返してみたいところっていうのは、僕はとてもこの映画で好きなのが、小泉さんが泥棒である役所広司さんに、身を委ねて、モールで車に乗って、もう一度逃げる時に車に乗ってから小泉さんが運転してそのままブーンと走り去るまでがずっとワンカットなんですけど、あのワンカットがとても躍動感があってですね、なんか映画がグーンって動いてる瞬間のような気がするんですけど、あのワンカットは何度見ても僕は巻き戻してもう一回見たいって思うんですよ。途中から初めて見た人はこれワンカットだって気づくんですけど、すぐは戻せないじゃないですか。DVD でもう一度見るっつったら、もうあそこを何度も見るっていうか、すごい車輪がホイールが回って回りすぎてるから一箇所に見えてるような、スポークが動いてないように見えてるような感覚とか、ああいうのがすごいいいなと思うんですよね。であれもなんかすごいいろいろ段取りされて、1回か2回で OK だって監督に聞いたりして、なんか高架の上みたいなところで香川さんがボロボロになってずっと走って、何度も転んで何度も起き上がって、あれなんか切なくて好きですね。なんかあれ何度も見たいですね。津田君が自殺一家で心中しちゃった後なのかな、前なのか直前なのか、本当にただ高速の、上と下の高速とそれと下の一般道が 3つが全く同じなんつうの模型のようになって、ですごく色が濃いんですけど、で車がすごい時々走ってるレーンといっぱい走ってるレーンとかいろいろあって、ものすごく東京の虚しい感じを表している。あれはとっても僕は映画の骨のような気がしてですね、色も含めて色合いなんかビビッドな色なんだけど虚しい、詰まってるんだけど抜けているっていう、すごいこの「東京ソナタ」って映画をワンカットで表せというなら、動かない役者も出ていない情景のワンカットだと思うんですよ。でなぜあんなカットに心が引きつけられるのかわかんないんですけど、何度見てもあそこはその意味では、さっき言ったのがどうだとするならば性の意味では好きなカットですね。あれをずっとポーズで止めておいて酒飲めますねなんかそれ見ながらなんかすごい工事の音とかをずっと流しといたりして、なんか不思議な東京、今の東京を表している絵。
もちろんあれは台本にあったんでしたっけ、あのカいえットって。あれはないですね。いや風景はいろいろ撮って、使えるなら使いたいと思ったんですけども、どんな風景になるのか想像つかなかったですから、まあ、でもぜひどっかで使いたいということで、撮ったら、あれはおっしゃる通り僕もこれなんかすごいなと思って、使えるだけ目いっぱい使いました。そこあれはまさに死んだ後ですよ。あ、そうですよね。死んだ後で、それで家に帰ってきたらその長男が戦争に行くという話があってという、本当にちょっと悲劇的な色合いをこの東京ソナタが帯びる、まさにその変わり目のようなところにカットが。車が動いてたりして街は動いてるのになんか人の気配を感じない、そうですね、生きてるものの気配を感じない。そんな感じなんですよ。なんかそんな風に撮れたんですね。これそれを撮るようなスケジュール組まれてないんですよ。だから合間合間にちょうどちょっと時間があるってパッと行って撮ったりでもっていろいろ撮ってたんですけど、あのカットに関しては全部の撮影が終わった後でもうスケジュールに入ってない日にカメラを返す日かなんかに、これ僕も参加してないんですよ。カメラの芦澤さんが「ちょっと面白い場所があるんで撮ってきます」っつって撮ってきたカットだと思いますね、あれは。はい。それは本当にカメラマンの芦澤さんの力ですね。僕は演出するとかそういったレベルのものじゃありませんから、街をどう切り取るか、それが本当にどっか映画の何か要になったりするんですね。家族4人で食事をするシーンがあって、香川さんが帰ってきて、ビールを飲んでなかなかお父さんがいただきますというので誰も手を出さないというカットがあるんですけど、何度見ても面白いんですけどで誰を見てるかによって随分これ感想も違っていて、これ一人一人が面白いんですよね。この香川さんが「ああうまい」とか言って「いただきます」言うのかなってもう一杯継ぐとことか、これ長男の小柳君は一回なんかねなんか取るんですけどね、もう一回またやめたりしてね引っかかったりして、またこの井之脇君は本当にこれ食べたいんですかね、本当にもう今にも食べたそうな感じでイライラしてる。でそれらをなんか分かったような冷たいような諦めたような顔でじーっと待ってるこのお母さん、これはとっても見ようによってはとてもおかしい、また不気味にも見えるし哀れであったりほっとしたりもするっていう、誰をどう見てるかによってどのようにも見えてしまうシーンなので、これ何度見ても面白いです。